どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回やるのはこの蓋ですね。ヘッドカバーの蓋進めていきます。こんな感じでつくやつなんですけど、これは 3D プリンターで作った原型ですね。今回は鋳造となります。削り出しで作ってもよかったんですけど、8個プラス予備ですね。なのでせっかく光造形の 3D プリンター買ったので、そちらで原型作ってみました。比較的小さいものはやはりいいですね。3D プリンター光造形の利点としてはやはり積層痕が少ない。なので原型の仕上げが非常に楽ですね。弱点としてはちょっと反りが出やすいかなっていう印象があります。これはレジンの種類や硬化の方法、乾燥方法などで違いが出るんでしょうが、まだなかなか慣れてないせいもあり、ちょっと反ってますね。でも今回鋳造するにあたって余白結構取ってあるんですよね。1ミリずつ全部取ってあるので、つらつらまで後で追い加工で削ってしまうので問題はないはずです。とりあえずサーフ入れて塗装しちゃいますね。現在冬でとても気温が低いので、あまりスプレーの塗装に適した条件ではないですね。よし。光造形の 3D プリンター、塗装のノリは結構いいですね。慣れれば結構扱いやすいと思うので、今後どんどん活躍させていきたいと思います。そうこうしてる間に塗装終わりました。雑ですけどね。鋳造の準備、型は全部準備できましたね。なので鋳造していきます。それでは砂型を作っていきます。そろそろこの自作の鋳物綱も限界が近いですね。また近いうちに新しい配合で新しい鋳物綱作ってみたいと思いますね。ちなみにこの鋳物綱の作り方はモンキーのエンジンを4気筒にするその20番でやっています。もしよかったらそちらもご覧ください。今度は OK だ。よし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 。この型を抜くときにちょっと砂型が崩れましたが、原因としては抜き勾配の付け忘れが1箇所あったのと、砂がもう限界に近いのと、その2つですね。よし。では湯口と押し湯口を作っちゃいます。このうちに。予定温度になったので煮込んできます。プラグを酸化膜を取っちゃって、
じゃん。よし、結構綺麗にいったね。湯口のとこだな、問題は。よいしょ。せーの。とっと。これが1回目ですね。はい、どうかな。意外と綺麗にいってると思います。まあ多少型崩れたりなんだりとありますが、削っちゃえばいいので、まあ気にしないで進めましょう。はい、これの方がやっぱ出来は良かったですね。まあ型崩れはありますね。これが3回目。まあ2回目とほぼ同等の出来になりました。いらない湯道をカットしてきます。これが切った湯道ですが、これはまた溶かして再利用となります。これが、鋳造した本体の部分ですね。この後切削加工で仕上げていきます。はい、ではこの鋳造した、キャップ部分ですねの仕上げです。やっていきます。まずこの両側を削っていきます。これなら押さえが効くか。これでいけるか。はい、これで片面全部終わりました。全部で10個あります。片方終わったので、今度は反対側をやっていきます。容量的にはさっきの加工と同じような感じで進めていけばいいので、まあどんどん削っていきます。はい、両側とも削りました。10個全部成功しましたね。ここの2面が平行が出たので、これでバイスに普通にセットできるので、まずここをきれいにしてしまいます。よっと。
底面の整える作業10個全部終わりました。結構ありますね。10個というと。これ鋳造でやらなかったら結構手間かかってたかもしれないですね。今回は鋳造でやって正解だったかなと思います。まあ、出来はね、正直、微妙にっちゃ微妙ですけど、やっぱり型が崩れやすいんですよね。はい、次にやるのはここの単面ですね。ここの面とここの面。まずはここの面からやっていきます。もうつっかえ棒セットしてあるので、これでセットして、よっと。はい、10個片面全部整いました。次はこっちですね。反対側を整えていきます。まあ容量は同じですね。もうつっかえ棒があるので、ここからまあとりあえず削っていくという感じですね。4辺とここの底削り終わりました。あとはこういうところ、型崩れたところがあるので、そこの修正ですね、やっていきます。ドリルの準備できました。鋳造がうまくいったところはいいんですが、こういう風にこっちは鋳造ちょっと失敗して型が崩れたので金属が邪魔してたんですよね。なので平らを4箇所完全に作ってあります。これでセンタードリル打って、本番のドリル打ってこのキャップは完成ですね。座標は 8.5 のプラスマイナス 18.65 ですね。それでやってきゃ OK です。ではセンタードリル終わったので貫通穴を開けていきます。はい、10個全部穴開け終わりました。蓋をするとこんな感じですね。まあ後で本体にくっつけてみます。鋳造も最初の頃に比べるとだいぶ良くなってきましたね。まあこういうことは何度もやって経験していくしかないんですよね。1回で成功なんかしませんので、きっ
今回のエンジンでやってる鋳造作業が次のエンジンに生きてくると思います。なので、鋳造も切削加工もいろいろやってみますね。はい、次の作業ですが、ちょっと CNC ですね、次は。で、材料がアルミ板の 3mm です。使うのは10センチなので、まず切りますと、これで。はい、切れました。次、このベーク板貼り付けます。ベーク板は両面で貼るので、よく脱脂しときます。よし。今回貫通で切り抜くので、こうしとかないとテーブルに傷がついちゃうことがあるんですよね。いよいよ CNC ですね。プログラム用意してきました。本当はネックの短い 2mm 使いたいんですけどね、持ってないんでちょっとロングでやっちゃいます。やった。CNC 作業終わりました。いい感じで削れてますね。やっぱ下に板1枚敷いて正解でしたね。ところどころ切れてない場所もありますが、完全に貫通しちゃってるとこもあるので、これやっとかなければ多分下行っちゃいましたね。ヒートガンで温めながら両面テープ剥がしてきます。はい、同じ部品いっぱいできましたね。今回加工するものは一応ここまでですね。あとは仮組みして、とりあえずは今回の動画終わりとします。仮組みまでお付き合いください。仮組みしてきますね。蓋ですね。蓋につけると。正直一回ばらして組んだ方が楽ですけど、
まあこのまんまいっちゃいますね。よし、ちゃんと際どいけど避けてますね。本当にギリギリだな。次は蓋ですね。一応まあ仮組みするほどではないんですが、一応やってきます。はい、これで仮組み完了ですね。いやー、蓋つくとなんかメカメカしいですね。まあロッカーアーム見えなくなっちゃいましたけどね。でもこれはこれでいいのではと。よし。今回はエンジンの外観に関するパーツが多かったですが、まあなんとか進みました。蓋がついたことによってエンジンの外観はほとんど確定しましたね。とりあえず今回の加工はここで終了となります。次回の予定はカムチェーンカバー作っていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。